皆さんこんにちは、うりです。今日は以前から紹介してほしいというお声を何度かいただいていた本棚の紹介をしていきたいと思います。この私の家の本棚なんですけど、このブックタワーは一番メインの本棚になってはいるんですが、もうほとんど本が収まりきってないです。見ての通り。こっちのラックにもありますし、この前のスツールにも置いてあるし、部屋中他のところにも本が溢れてしまっている状態です。で、もっと綺麗に本棚が整ったらご紹介しようかなって思っていたんですが、なかなか整うまでまだまだ時間がかかりそうだなっていうことで、もう今のぐちゃぐちゃの状態でもいいから一回今の状態も撮影してしまおうかなということで、今日は紹介してみたいと思います。はい、ではまずこのブックタワーから紹介していきます。こんな感じで本を積み上げてます。このブックタワー自体はルネセイコーというところで買ったもので、この棚自体結構重くて地震とかが来てもびくともしないような感じなので、すごく安定してます。ここは昔から持ってる本だったり気に入ってる本だったりを収納しています。そうじゃないのもあったりするんですけど、結構前から持ってる本とかが多いです。一番下にちょっと雑誌とかがちらっと置いてあって、これは花子かな、一番上にあるのが花子とかポパイとか銀座とかのバックナンバーがちょっとあって、でその上にこんな感じで単行本の方を下に置いといてます。なんとなく安定しそうだなと思って。私の好きな久保みすみさんの不甲斐ない僕は空を見たとか、好きな小川陽子さんの最果てアーケードとか、この取り出しにくいのがちょっと難点ではあるんですけど、このブックタワーの、見た目重視ですよね。で、山尾優子さんのラピスラズリ、これ箱入りの本でめっちゃ表紙も可愛くて好きな想定です。めっちゃいい感じですよね。気に入ってます。本一冊一冊紹介するとキリないんで、もし気になるのあったら止めてどんなの置いてるのかなとか見てもらえればと思います。特に作者順とか出版社順とかそういうのはやってないです。本当に私の雑な性格そのもので適当です、本棚は。でその上はこっちも単行本ですね。私の名刺代わりの10冊にも入れた桜庭和樹さんの少女七かまどと7人のかわいそうな大人とか、私の男とか、凪良優さんの汝星のごとくとかも置いてます。本当に小説だけとかこだわってなくて、この女二人暮らしていますとか、寂しい夜にはペンを持ってとか、こういうエッセイ系、小原晩さんのこれが生活なのかしらんとか、エッセイ系も普通に置いてます。こんな感じですね、2段目は。で続いて3段目、ここは文庫本とか文庫本じゃないやつとか、ここもいろいろですね。でもエッセイとか詩集とかを多分中心に置いてる気がする。ここら辺は工藤レインさん好きなので、工藤レインさんのエッセイとか、あと金子みすずさん、三角みずきさん、あと伊藤昆さんとかの詩集が、ここら辺詩集ですね、詩集があります。秋色夏夫さんとかで、その上に増田美里さん
のエッセイとかが何冊かあって、その上も工藤レインさんの文とか阿佐ヶ谷姉妹のエッセイとか、そんな感じですね。ブログで紹介した本も結構あるのかなと思います。紹介してないやつだと伊藤昆さんの短歌とか詩は結構好きで集めてます。これとかなんか自費で出してたやつですね。快感図鑑っていう詩集、こんな感じで見づらいけど、気がする朝、これ短歌ですね。満ちる腕、タイトルも結構好きです。いい感じ。肌に流れる透明な気持ち、これもかわいい。デザインもかわいい。これは三角瑞希さんの詩集、どこにでもあるケーキ。これ小口がピンクになっててかわいい。なんか本の装丁とかも凝ってるの結構好きで集めたくなっちゃいますね。あと工藤レインさんの私を空腹にしない方がいい、これもタイトルめっちゃ好きです。かわいい。印象に残るタイトルの本とかもすごいいいなって思います。はい、そんな感じで3段目は詩集とか歌集とかエッセイが中心になってました。4段目は文庫本ですね。主に小説。これはナポリの男たちのフィギュアです。可愛いから飾ってます。ここも結構好きな作家さんを置いてる気がします。国香織さん、三浦紫音さん、小川陽子さん、凪良優さん、川上美恵子さん、町田園子さん、久保みすみさんなどなどですね。紹介した本も多分いっぱいありますね。この中で紹介してなくておすすめなのは、そうだな、はい、これ結構なんかガツンときた本だった気がします。岡本太郎、自分の中に毒を持て。今の時代って当たり障りないような雰囲気が充満している感じが、てかそういうのが良しとされている風潮があるのかなって思うんですけど、それとはなんか逆をいくような内容だった気がします。表紙からしてなんか毒々しくて目に入ってきて買っちゃいました。なんか穏やかに生きようとか優しい人であろうみたいなのの逆みたいな、なんかうまく言えないんですけど、語彙力がなくて、そんな感じでした。おすすめで、一番上の段がこんな感じです。この土産物の起き上がりこぼしが置いてあります。ここも紹介した本が多いような、そうでもないか、そうでもない気がする。夏物語とかライオンのやつは多分名刺代わりの10冊に入れてて紹介してて、めっちゃおすすめなんですけど、てかこうしてみるとほとんど女性作家なんですよね。女性の、しかも日本の作家さんが好きなのがめちゃめちゃバレバレな本棚ですね。で、申し訳程度に、そして誰もいなくなった。ミステリー全然読まないし、海外の小説も全然読まないんですけど、これはすごく面白くて2回くらい読んだ気がします。江戸川乱歩の人間椅子有名だと思うんですけど、なんか読んだ時すごい衝撃を受けたので取っておいてます。あとは江国香織さんのここら辺も有名ですよね。キラキラ光るとか落下する夕方とかめっちゃ良かった。あと山田栄美さんのこの蝶々の転足、風葬の教室、なんか少女時代の感性を分かるなって感じで、生々しいけど美しさもあるような感じで描いてるのが
印象的だった小説ですね。この光と闇、これも紹介してないと思うんですけど、これ多分ミステリーなのかな。多分ミステリーなんですけど、結構なんかゴシックっぽいというか退廃的な雰囲気があったりして、結構好きな雰囲気の小説でした。短美というかそういう系の雰囲気ですね、物語は。これも結構面白かった気がします。大どんでん返しって書いてありますね。紹介がうまくできないんですけど、この本棚紹介ってどうやるのが正解なんですかね。あんまり本の感想をこまごまと語るのが得意じゃないので、ただ本棚を見せるみたいな感じになってるんですが、まあいっかまあいっか、こんな感じです。ここが一番上の段ですね。本当の一番上の段にはモネの絵を飾ってるので本は置いてないです。はい、ブックタワーはそんな感じでした。ここもね、なんかうまく入れ替えてお気に入りの本だけ厳選してみたいな感じにしたいですけど、結構まだぐちゃぐちゃな状態です。はい、続いてブックタワーの隣にあるこちらのラックの紹介をしたいと思います。こっちも結構ぐちゃぐちゃ、さっきからぐちゃぐちゃですしか言えてないんですけど、その通りなのでそう言うしかないんですが、いろんな本がこっちも置いてあります。でまず一番上の段、ここには写真集を置いてます。そんなに多くないんですけど、蜷川実花さんの写真集とか、これも蜷川実花さん、これは川島小鳥さんの写真に谷川俊太郎さんの詩がつけてある本ですね。おやすみ神たちっていうタイトルが気になって買った覚えがあります。確か台湾だったかな、台湾で撮った写真だった気がします。この2冊は大好きな川内凛子さんの写真集です。フィルムで撮った写真なんですけど、すごい空気感というか独特の静かで美しい空気感があって、すごく好きな写真家の一人です。これも川内凛子さんの歌種です。もっと他の写真集も川内さんの集めたいなって思ってます。一番上の段はそんな感じです。で、ラックの中身、ここの段は何が置いてあるんだ。自分でもどういう法則で何の本が置いてあるのかあんまりよく分かってないですが、でも新書系の本とか、あとなんかジャンルがなんか微妙な百人一首の本とかが置いてあるのかな。これは寺山修司の名言集、これ結構昔に買ったんですけど、なんか可愛くて今も取っといてます。昔から名言集とか格言集とかそういうの結構好きで読んでた記憶があります。好きな言葉をメモったりとか結構してた記憶があります。その名残ですね。これは紹介した果てしない物語、ミハエル・エンデ。これ大きすぎてどこに置くか迷って結局ここにポンって置いてましたね。あとは漫画エッセイみたいなのも、これ宮田奈々さんのもしもしこちらは夜です。絵が可愛くてジャケ買いした本ですね。成瀬とかもここに置いてありましたね。これ今もめちゃめちゃ売れてますよね。確かになんかキャッチーな感じの本で面白いですよね。
奥にある漫画はちょっとカバーで見えないけど、海辺のエトランゼか。自分でも存在を最近忘れてた漫画ですけど、春風のエトランゼ結構好きで、なんかジブリみたいな雰囲気がありつつけど BL っていうそういう感じの漫画です。BL 嫌いじゃなければおすすめです。この段はそんな感じです。本当にまとまりがないですね。改めて何度も言いますけど。で、その下の段は漫画ですね。この置き方も全然綺麗に置いてないっていうぐちゃぐちゃで、整理する気ないだろみたいな置き方ですけど、ここが大好きなホリック。クランプ作品の雰囲気がすごい好きで、特にホリックが好きな作品です。絵の雰囲気も話の雰囲気もちょっと怪しくて不思議な感じとか、時々ぐさっとくるような言葉があったりとかですごい面白いです。他のクランプ作品、翼とかと話もリンクしてたりして、他の作品も合わせて読むとすごい面白いです。これはあれですね、星旅少年。これめちゃめちゃいいです。静かで綺麗でちょっと切なくて、星を旅しながらいろんなものを記録に残す仕事をしている少年の話なんですけど、ちょっと秘密を抱えていたりとか、不思議な雰囲気がありつつ、でもあったかくなるような話も多くて、すごい好きな作品です。この青を基調にした表紙がめちゃめちゃ綺麗ですよね。置いておきたくなるような漫画だなって思います。この奥が市川春子さんの宝石の国とか、虫と歌、25時のバカンスとかが置いてあります。市川春子作品も好きで買ってます。宝石の国は結構長い、10何巻まであるんですけど、この虫と歌とか25時のバカンスとかは短編集みたいな感じなので、読みやすい、手に取りやすいかなと思います。これが面白いと思ったら宝石の国も絶対好きになると思います。で、その奥、ここにあるのが四つ葉とです。四つ葉ともすごいバイブル的な、私にとってはバイブル的な漫画で、なんか和みます。本当に心が浄化されます。読んでると面白いし、心が緩むというか、気持ちが楽になる楽しさ、ゆるさでめっちゃ好きです。四つ葉も可愛いし、出てくる他の登場人物も愛嬌があって可愛い子たちが多くて、めっちゃ好きな作品です。めっちゃおすすめです。人生で読んどくべき漫画なんじゃないかと思います。で、私が手元に持ってる漫画は、このくらいで、基本的に最近はもうほとんど電子で漫画は買うようにしてます。漫画も集め始めると本当に置く場所がなくてキリがないので、基本は電子で買って、本当に気に入っているものだけ紙で買うような感じで分けて購入してます。はい、このラックのゾーンはこんな感じです。で、続いてはこのスツールの上に無造作に積んである本のゾーンを紹介します。ここは、主にここら辺がまだ読んでない本の塊で、ここはなんだ、ここはもう読み終わってるけど棚に入らない本ゾーンですね、ここは。で、ここら辺は読み終わってるんだけど、こんな感じで
読み終わった日付を付箋で貼っていて、こんな感じで。で、これは何でかというと、読書記録をまだつけてない本たちはこうやって付箋を貼ってとりあえず置いておいてます。読書記録を書いてない本がここにたまりにたまっている状態です。早く書かなきゃって思ってるんですが、なかなか手をつけられずにそのままになってしまっています。最近読んだのはだいたい Vlog でも出してるので、そんなに目新しい本はないと思います。積んどくは今こんな感じで2、4、6や9冊、今のところ9冊です。これは読んだらまた Vlog で紹介すると思いますので、読むのが楽しみ。このスツールの足元にはででーん、足元にも無造作に本が積まれています。これも置く場所がなくてどうしようってなってる本たちですね。そう、ここ2つは薬屋の独り言。アニメから見てドハマりして小説を全部買って読んでしまいました。ラノベを読むのはもう中学生高校生ぶりとかだったんですけど、めっちゃ面白くて一気読みしました。アニメ見てみて好きだなって思った人はもうぜひ読んでほしいです。中国っぽい架空の国が舞台になっていて、皇帝とかそれを取り巻く政治的な問題とか、日本でいう大奥みたいな皇宮っていう組織があって、そこで渦巻く思惑とかそういうのがいろいろあって面白いです。メインはこの表紙の2人ですね。この2人の関係性とかも面白くて目が離せないです。おすすめ。こっちも Vlog で紹介した本ばっかりですね。こんな感じです。読書合宿とかで多分紹介したあたりかな、この本は。ここら辺にあるのは。このゾーンの中で特に気に入ってる本は今ざっと選んでみたんですけど、川上美恵子さん、春の怖いもの。これ多分一番新しい本かな、川上美恵子さんの本で。あとこれめっちゃ良かったですね。私たちが光の速さで進めないなら。 SF 短編集みたいな感じで、韓国文学なんですけど、無機質な感じと温かさが共存しているような不思議な読み心地の本で、すごく好きだった本です。おすすめ。あとノーベル文学賞を受賞したハン・ガンさんのすべての白いものたちの、これも散文のような詩のような不思議な読み心地の本で、読んだことない感じの本ですごい気に入りました。で、金原ひとみさんのナチュラルボーンチキン。この目立つ表紙に惹かれて買ったんですけど、結構勢いのある小説。パリピみたいな人が出てきたり、変わった人がたくさん出てきて面白いです。変わった人がわちゃわちゃしてでもわかるなっていう部分も結構あって面白かった。金原さんの本も他にもいろいろ読んでみたいなって思ってます。この本棚から溢れてるゾーンの紹介は以上になります。ここもね、整理したいんですけど、どんどん積み上がっていくばかりで一向に整理される気配がないです。で、次がこのキャビネットのところにある雑誌の紹介をちょこっとしたいと思います。なんか Vlog でこの棚が映った時に雑誌もちょっと紹介してほしいなっていうコメントがあったので紹介しますね。雑誌は今はもう基本的に D マガジンサブスク契約してるので
D マガジンで読んじゃうことが多くて、こんな感じで D マガジンで、ファッション誌もそうだし、暮らし系の雑誌もそうだし、結構何でも雑誌だったら読めるので、これで読んじゃってます。ちょっとスマホだと見づらいんですけど、 iPad とかだと多分すごい読みやすいのかなっては思います。雑誌いっぱい読む人は D マガジンすごくいいんじゃないかなって思います。なのでここにあるのはちょっと前の雑誌とかになるんですが、ブルータスとかプレミアムとか銀座、ポパイとかですね。好きなのはこう気になった特集とかヘア系の特集とか好きなので、そういうのを買ったりしてました。ブックエンドを立ててはいるんですけど、雑誌の重みでどんどんずれちゃって全然止まってくれてないです。雪崩になったまま放置してます。雑誌もうまく収納したいんだけど、今のところできてないです。本当に本棚周りは課題が多すぎて、ちょっと現実から目をそらしています。皆さんはどんな雑誌が好きですか？普段読んでる雑誌とかがあったらぜひ教えてください。ここも一応紹介しておくと、枕元のこの IKEA で買ったミニテーブルの上に今読んでる読みかけの本を基本的には置いてます。寝る前とか本をちょっと読みたいなって時にここから読みたい本を取って読んでるって感じです。結構本は同時に 2,3 冊読むタイプです。あんまりたくさん併読するとわけわかんなくなるので、たくさんはやらないんですけど、 2,3 冊は普通にいつもやってますね。皆さんは併読をするタイプですか？それとも一冊読み終わるまで他の本は読まないタイプなんでしょうか？よかったら教えてください。はい、という感じで私の本棚紹介以上になります。本当に全然整ってなくて、秩序もなくて、本当にぐちゃぐちゃな本棚なんですけど、どうでしたでしょうか？正直全然参考になるような本棚ではないんですが、ありのままを撮ってみようかなっていう気分になったので撮影してみました。これからいい感じに本棚も整理していけたらなと思っているので、そういう様子も Vlog に収めていければなと思っています。他にもこういうのを紹介してほしいとか、ここを詳しく教えてほしいとか、そういうのがあったらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。本当に結構ダラダラと喋ってしまったので、ちょっとよくわからない動画になってしまったかもしれないんですが、ご了承いただければと思います。それでは本棚紹介はこの辺にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。